こんにちは、フォームローラーインストラクターの菊池です。今回は僕が絶対使わないと決めているフォームローラーの特徴5選っていうテーマでお話ししていきます。僕の簡単なプロフィール概要欄に載せているので、よければそちらも合わせてご覧ください。で、前回の動画フォームローラーの間違った使い方の最後に、一番良くないのは硬すぎるローラーでほぐすことだよっていうのをお話ししました。硬すぎるローラーを使うとね、筋肉が反発して硬くなって、せっかくほぐしてるのに逆効果になっちゃうからですね。で、今回はそれも踏まえて、絶対僕は使わないと決めているフォームローラーと一番おすすめなフォームローラーについてお話ししていきます。で、まず結論から言うと、僕は使わないと決めているローラー特徴5つあります。まず1つ目が長さ。長すぎるローラーや短すぎるローラー。硬さ。硬すぎるローラー。質感。滑りやすいローラー。形状。ゴツゴツしているローラー。太さ。太すぎるローラー。この5つのローラーは使わないようにしている。使わないようにしてるっていうか、完全に使いにくいし、使うと体が痛くなっちゃうから、使えないって言った方がいいかもしれないです。一つずつ解説していきます。まず1つ目、長さに関して。長すぎるローラーや短すぎるローラーは使いにくいので僕は使いません。特に最初の頃はこのストレッチポールって言って結構長いやつ有名ですよね。ストレッチポール使っていたんですけど、横向きで筋肉をほぐす時に結構バランスが崩れてしまって使いにくかったりとか、ベッドの上とかでこのローラー使うことが多いんですけど、このベッドの上だと全然コロコロできないので、このストレッチポールだと結構使いにくいなと思って最初はポール使ってたんですけど、今はもう完全にフォームローラーを使うようになりました。ただこのストレッチポールもね、すごいいい点があって、この縦向きでこの肩甲骨とかこうゴロゴロほぐしたりとか、ちょっとゆらゆらしたりとか、腕を広げてじゅわーっとキープするっていう時に、結構この背骨、頭から背骨、仙骨までしっかりと体を乗せることができるので、すごい体が安定するんですよね。そういった点ではこのストレッチポールの方が結構おすすめかもしれないです。ただ僕が行う場所的にも、このやり方的にも、この長すぎてしまうとちょっとやりにくいなと思って、このフォームローラーを使っています。逆に多分これよりももっと短いやつもあると思うんですけど、それだと僕はよくやる背中ほぐしとかで、背中がちゃんと乗っかってくれないので、それも使えないですよね。なので、この長さ、だいたい胴体と同じくらいの長さのローラーを使うようにしています。これがね、一番すごいコロコロする時に体が安定するし、長すぎることがなく短すぎることもないので、すごい使いやすいと思っています。で、2つ目は硬さですね。硬すぎるローラーは絶対に使わない方がいいです。なぜなら最初も言った通り、硬すぎるローラーを使うと、筋肉が反発して硬くなってしまうから、あとは筋肉を痛めやすいからですね。これはもう僕は実体験で感じたことです。最初1本目このトリガーポイント買って、2本目寝室用で欲しいなと思ったんですよね。で、その時に、ネット、アマゾンでザーって見てって、同じようなもので2000円のが売ってたんですよ。で、口コミ見るとかなり評判もいいし、これ安いしこれでいいじゃんと思ってそれ買ったんですよね。で、それ使ってみたらもう全然痛くて使えなかったです。頑張ってやろうと思えばできるんだけど、もう痛いからもう不愉快というか、もう体がギューって力が入っちゃって全然筋肉がほぐれてくれない。その時ももったいないし頑張ってバスタオルとか巻いて使ってたんですけど、そうするとゴロゴロしづらいし、それでもやっぱ硬いし、そういうのもあって確実にもうトリガーポイント以外を使うのはやめようって思いましたね。じゃあ痛くないならいいのっていう、痛気持ちいいくらいの強さでその硬いローラー使っててもほぐせるのはいいのって思うかもしれないんですけど、個人的にはそれもおすすめできません。なぜなら多分頑張ってそういう硬いローラー使い続ければ体が慣れて痛くなくなってくると思うんですけど、痛くなくなったとしてもその硬いローラーに合わせて筋肉が硬くなったっていうだけだと思うので、全然ほぐれてないですよね。あとはアスリートとかでさえもこのトリガーポイント、この硬さのトリガーポイントのローラーを使っているんですよね。で、そんなゴリゴリなアスリートでさえもこの硬さのローラーを使っているってことは、どんなに体を鍛えている人だとしてもあんま硬いローラーって合わないってことだと思うんですよ。なので必ずこのトリガーポイント、いつもインスタでも言ってるんですけども、フォームローラーはトリガーポイント一択って言ってます。もうそれはもう硬さがちょうどいいからですね。これ以外の硬さはあんまりおすすめできません。
あと3つ目が質感ですね。滑りやすいローラーはこれまた使わない方がいいと思います。っていうのも、僕はこのコアフォームローラーですね、こっちがグリッドフォームローラーで、こっちがコアフォームローラーだったかな、確か。でこれも一応なんか試しに買ってみたんですよ。ちょっと柔らかいっていうからいいかなと思って、お客さんにも勧められたらいいかなと思って買ってみたんですけど、個人的に結構これが使いにくくて、なぜなら結構滑るんですよね。わかりますか？この感じ、この感じとこの感じ。あとはストレッチポールも同じですね。革製なので結構滑る感じがして結構使いにくいなと思ったんですよね。背中とか、お尻とかコロコロする時になんか安定しないなって。あとは軽さの問題もあるかな。このコアフォームローラーちょっと軽すぎるっていうのと滑りやすいっていうのがあって、コロコロしてもなんか斜めになってきてしまったりとかして安定しないので、それも合わせて質感も大事ですね。あと4つ目が形状ですね。ゴツゴツしているローラーは僕は使わないようにしています。なぜなら、僕は基本的にやるやり方が、頭とか首とか背中とか腰とかをゴロゴロするっていうやり方が多いんですけど、なんかボツボツしたやつでそれをやってしまうと、そのゴツゴツが骨に当たって痛いんですよね。このフォームローラーの一番の利点は筋肉とか関節を面でほぐせる点なんですね。面でほぐせるから、この背骨とかこの歪みを整えるようにほぐすことができる。これがゴツゴツした突起がついていると、背骨当たると確実に痛いし、筋肉をほぐすとしても、奥の方までしっかりほぐせるかもしれないんですけど、それよりも面でほぐせるっていうメリットの方が個人的には大きいと思っています。ただなんか最近出たホグピラっていう本があって、その本だとゴツゴツした突起がついたローラーを使っているので、一概にゴツゴツしたやつは絶対ダメっていうわけじゃないと思うんですよね。それも使い方次第だと思います。僕のやり方、側頭部とか首横、首後ろ、背中とか腰とか、あとは仙骨とかほぐす場合は、ゴツゴツしたローラーよりもこういった平面なトリガーポイントのローラー、面でほぐせるローラーの方がいろいろと都合がいいと思うので、形状に関してもこのフラットな、実際フラットじゃないですけど、このトリガーポイントのフォームローラーがおすすめだと思います。で最後5つ目が太さですね。太すぎるローラーはこれまた使わない方がいいです。これも僕の使い方に関してなんですけど、背中をほぐす時とか背中を乗せてじわーっと反る時とかに太すぎるローラーだと背中が反りすぎてちょっと苦しいと思います。このストレッチポールもね、多分 1,2 センチくらいこのトリガーポイントのローラーより太いのかな。あと僕が買った2,000円くらいのローラーも若干このトリガーポイントよりも一回り太かったので、背中乗せる時になんか苦しいな、やりづらいなって感覚がありました。あと前回の動画でお話しした通り、頭とか首を乗せたままじわーっと圧迫したりとかゴロゴロほぐす時とかも、あまり太すぎるローラーだと頭が前に出過ぎてしまう、頭が持ち上がりすぎてしまって、体の歪みにもつながってしまうので、そういった意味でも太すぎるローラーはあんまりおすすめできません。じゃあこれより細いローラーはどうなのかっていうと、あんまりないと思うんですけど、いいです。っていうのも、この新しく出た細いトリガーポイント、ちょっとちっちゃいトリガーポイントのフォームローラー、トラベルだったかなっていうのがあるんですけど、これが結構良くて、細すぎるんだけどなんかデメリットがない。特に肩甲骨の内側とか首の後ろほぐす時とかに、この細い方が何かとメリットの方が大きかったので、これに関してはまた別の動画で解説するんですけど、結構細い方がいい時もあるので、その辺も比較動画出すと思います。ひとまずあまり太すぎるローラーは使わない方がいいっていうのが僕の結論ですね。で最後にまとめていきます。僕は絶対使わないと決めているフォームローラーの特徴5選ですね。長すぎるローラー、もしくは短すぎるローラー、あと硬すぎるローラー、滑りやすいローラー、ゴツゴツしているローラー、あと太すぎるローラー、この5つのローラーに関しては僕は使わないようにしています。なぜなら、シンプルに使いにくいっていうのと筋肉を痛めやすいからですね。じゃあどのローラーを使えばいいのかっていうと、たびたび出てきてたんですけど、トリガーポイントのグリッドフォームローラーが一番おすすめです。硬さも太さも長さも質感も形状も全てが完璧なんですね、僕の中では。なんかお金もらってるんじゃないかっていうくらいなんかベタ褒めなんですけど、やっぱりなんか
悪いローラーを使った後に改めてこのローラーを使うとやっぱいいなって感じたっていうのもあるし、やっぱりたびたびコメントとかでも、トリガーポイントのローラー買い直したらやっぱり全然違う、もうふわふわって言ったらあれだけど質感も全然違うし痛くないっていう声もよくいただくので、やっぱりトリガーポイントのローラーをおすすめしてよかったなってすごい思うんですよね。自分自身も使っていてよかったし、で安いフォームローラーだと、2000円くらいで買えるものもあるんですけど、それでも僕はこの4000円弱するフォームローラーを買ってほしいと思います。やっぱり道具って大事で、何のために買うのかっていうと、筋肉をちゃんとほぐすため、体の歪みを整えるため、むくみを流すためとかっていう、そういう効果を求めて買うわけだから、そういった効果を得られない、むしろ逆効果になるっていうローラーを買うと本末転倒になってしまうと思うので、人によってはちょっと高いと思うかもしれないんですけど、それでも僕6年くらいですねこのフォームローラー使っていて、これ全然ちょっとボロボロにはなってきてるんですけど、全然問題なく使えているので、ずっと10年くらい使える歯ブラシを買うつもりで、フォームローラー、トリガーポイントのフォームローラーを買うのが個人的にはおすすめですね。やっぱりいいものを使った方が、で僕は個人的にあらゆる不調を自分で解消できる世界を作りたいと思っていて、その第一歩がこのフォームローラーを歯磨きのように当たり前の習慣にすることなんですね。なのでぜひ周りのお友達、ご家族、同僚、あとはフォロワーさんとかで、体疲れてそうだなっていう方がいれば、ぜひフォームローラーの存在と今回の動画を教えてあげてください。よろしくお願いします。では。